今日は大規模なアップデートとなったスタジオ 2.0 の新機能を解説していくよ。今回追加された機能は非常に多いから細かい解説をすると時間が足りなすぎる。今日は新機能の簡単な紹介だけをして、細かい仕様はまた別の動画で説明するね。ちなみに今回追加された新しい機能は一般的な DAO にもある機能がほとんど。 AI による新しい生成みたいな機能はあまりないから、その点は注意してね。まずは唯一の AI 的な新機能であるチャットの話からしていくよ。これはかなり多機能なチャットで、普通に雑談をすることさえできるよ。今日の昼食について質問してみたら、私はそういうチャットじゃないけど麺類とかどうですかと答えてくれた優しいチャットさんだね。そんなチャットさんに現在賛否両論のダウンロード制限の感想を聞いてみたよ。理解はできるけど不便だよね。必要な曲は早めに保存するといいよ。という無難な答えが返ってきた。まあチャット AI らしい返答だね。ちなみにダウンロード制限については改めてスノから新しい説明があった。スタジオのマルチトラックとステムには制限がないとしっかり明記されたよ。つまりスタジオで生成した楽器パートと既存の曲を分離したステムは制限がない。逆に曲全体を生成した普通のデータはやっぱり制限があるってことだろうね。まあこれは9月3日以降に詳しく話すとして、今はチャットについて説明していくよ。チャットにこの機能は何と聞けば機能の概要について説明してくれる。こんなことをやってみたいといえば AI がその操作を代わりにやってくれる。だからまあ別に私が解説しなくてもチャットに聞けばいい気もするね。いろいろなことができるチャットだけど、実はこれが曲生成画面でもあるよ。左上のプラスボタンを押すとスタイルやリリックスを入力する画面が出てくる。コントロールはインフルエンスなどの操作画面。素のユーザーにはおなじみの項目だね。スタイルなどを入力してから楽器パートを生成するようチャットに入力すると今までのように生成することができるよ。チャットが生成画面も兼ねてるわけだね。チャットを経由しないと生成できないというのはちょっと不便ではあるかな。今後改善されるかもしれないね。それじゃ次の機能の説明に入るよ。次は MIDI 機能について説明していく。ついに MIDI の入力も可能になったよ。アドニュートラックで MIDI を選んでから範囲選択してアド MIDI クリップを押そう。自由に MIDI を入力できる画面になる。純粋な作曲もできるようになったね。ちなみに今回のスタジオの新機能はマイロ1080の時にも説明したものが多い。 DAO に関する知識があまりない人はマイロ動画の方も参考にしてみてね。 MIDI の入力方法は手入力の他にも右下のキーボードボタンを選んで画面上部の録音ボタンを押すことでリアルタイム入力もできるよ。そして外部の MIDI ファイルもインポートすることができる。一般的な DAO でできる MIDI の操作はようやく全部できるようになったかな。ちなみに MIDI トラックを選択してからチャットで MIDI の生成を指示すれば AI に MIDI 譜面を作らせることもできるよ。そこまでクオリティは高くないけどね。今回の BGM は MIDI 機能で作ったから一応ちょっと実例を紹介しておこうか。まず適当に MIDI ファイルを用意するよ。これはショパンの革命のデータ。このままだと楽器の設定がないから再生しても何の音も鳴ることはない。左下のプラグインボタンをクリックしてアドインストゥルメントを選択してみよう。ウェーブテーブルというシンセが出てくる。現在音を出せる楽器はこれだけだよ。これを選んでプリセットリストから好きな楽器の音色を選べば音が出る。ただまあこんな面倒なことをせずともチャットを使うともっと手軽にできるよ。ミディトラックを選択してチャットにピアノの音を設定と指示するだけ。DAW をあまり使ったことがない人はとにかくチャット任せがいいと思うよ。スタジオ内で MIDI を扱えるようになると
それを利用したいろいろな生成ができる。ただ今日それを紹介する時間はない。また後日改めて動画にさせてもらうね。それと現在のスタジオのパート生成は挙動がかなり怪しい状態になってる。初期のスタジオくらい変な生成になるよ。改善を待った方が無難かもしれないね。次はオーディオエフェクトについて。これもようやく来た待望の機能だね。さっきのプラグイン画面にあるアドエフェクトを開いてみよう。いろいろなプラグインが表示されるよ。 EQ は今までのスタジオにもあったよね。 EQ のように音を加工できる機能がいろいろと追加されたってことだよ。それぞれの機能を説明してもいいけど、それより前に説明しておくことがある。ここにあるプラグインの他にも自由に新しいプラグインを作れるよ。こんな効果のプラグインを作ってとチャットするだけで簡単に作れる。私もいくつか作ってみたので実際の効果を確認してみようか。僕は脱ぎ捨てるスタジオの明かりだけがまだ覚めない夢を照らすマイクの息を吸う世界。僕は脱ぎ捨てるスタジオの明かりだけがまだ覚めない夢を照らすマイクの息を吸う世界。僕は脱ぎ捨てるスタジオの明かりだけがまだ覚めない夢を照らすマイクの息を吸う世界はここから始まる。僕は脱ぎ捨てるスタジオの明かりだけがまだ覚めない夢を照らすマイクの息を吸う世界。こんな風に自分の指示に応じた新しいプラグインを作ってくれる。作ったプラグインがどんな効果かはチャットに聞けば教えてくれるよ。それでも操作がよくわからないときはチャットに操作させることもできる。便利な機能ではあるんだけど当然何でもできるわけではない。例えばラウドネスメーターを指示してみても作れなかったよ。初歩的な音の加工でできる範囲の簡単なプラグインしか作れないね。そうは言っても今まで EQ だけだった。Q スタジオとは天と地の差があるレベル。今後はかなり自由に音を加工できるね。これもまた別の動画で解説するよ。ちなみにプラグインのノブなどを右クリックしてオートメートを選ぶと曲に合わせて数値を変動させる入力を行うことができるよ。いわゆるオートメーション機能だけど現在は手入力しか対応してないみたい。曲を再生しつつプラグインを動かしてその操作を記録することはできないね。今回のスタジオで追加された新機能はとりあえず大体こんな感じになるよ。公式の発表を見ると一応これ以外にもステムが新しくなったと書いてあるけどこれは2ヶ月前に実装された新ステムがスタジオでも使えるようになっただけだよ。新機能の他に UI も大きく変わっていてライブラリの場所が左から右になったり再生ボタンなどが下から上になったり嫌がらせのような配置変更が多いね。ただチャットを使えば大体解決するから困ったらチャットに聞いてみるといいよ。今回追加された新機能のチャット MIDI プラグインはどれもいろいろな遊び方ができる。どれも個別で解説動画は作りたいし動画1本で終わらないくらい長くなりそう。ただ今の時期にやるべきかどうかちょっと悩みどころではあるんだよね。動画をすぐ作るかどうかは考え中。9月3日を待ってからにするかもしれない。それじゃまたね。